皆さんこんにちは、しょうこです。今回は日本人の引っ越しについて紹介します。外国人が日本で引っ越しをするのは日本人よりとても難しくて大変だと聞いています。今回は日本人が日本で引っ越しをする時のお部屋探しについて紹介します。お部屋探しはいろいろな方法がありますが、今回は私がやった方法を紹介します。お部屋探しの順番はこんな感じです。1、部屋を探す。2、不動産会社に問い合わせする。3、家を決める。家を決めたら申し込み、審査、契約をします。では一つずつ紹介します。1、部屋を探す。インターネットを使って調べたり、不動産会社へ行って資料を見たりして調べます。私は今回このスーモというアプリを使って調べました。これは多分日本で一番有名な部屋探しができるアプリです。スマートフォンのアプリを開きます。開いたら借りるの賃貸を選択します。次に場所、東京都を選びます。で、東京都の今度は墨田区を選んでみます。墨田区はスカイツリーがあるところです。で、次に賃料、家賃を選択します。だいたい10万以内で選択してみます。次に他の条件を選んでいきます。まずは部屋の広さです。間取りといって 1K か 1DK を選びました。で、駅から近い方がいいので徒歩10分以内。そして築後年数は家が建ってからの年数です。10年以内を選びました。他にもいろいろ選ぶことができます。私は2階以上がいいです。そしてコンロも2口以上がいいです。で、これはウォシュレットですね。あと浴室乾燥機も欲しいです。そしてトイレとお風呂は別がいいです。で、他にもいろいろな条件を選ぶことができます。私はオートロックを選びました。オートロックがないと少し危険というか心配ですね。で、大体条件が決まったら検索します。で、見る順番も家賃が安い順番で見ることができます。一番安くて6万9千円ですね。家賃が6万9千円の一番安い部屋をちょっと見てみましょう。すごく綺麗でいいですね。なんかちょっとおしゃれですね。コンロも2つあるし。なんか新しそう。いい感じですね。20平米。ちょっと狭いですけど、東京は家賃が高いので、狭い部屋が多いです。この部屋は2021年の3月に建てられましたね。すごく最近で新しい家です。駅からもそんなに遠くないですね。15分ぐらいで着きますね。で、他の条件や費用もいろいろ詳しく書いてあります。で、この部屋がいいと思ったら次はこの部屋を紹介してくれる不動産会社に連絡しなければなりません。連絡先もこのアプリに書いてあります。2、
不動産会社に問い合わせる。いい部屋が見つかったら、この部屋を紹介してくれる不動産会社に問い合わせをします。電話でもいいし、直接お店に行ってもいいです。不動産会社はまだ部屋が空いているか、家賃や初期費用はいくらになるかなど詳しく教えてくれます。もし住んでいる人がいなかったら、部屋を直接見に行くこともできます。いろいろな部屋の中から一つ部屋を決めます。3、部屋を決めたら申し込みをします。申し込みをするときは、書類にいろいろ書かなければなりません。住所、勤務先、そして年収などたくさんの個人情報を書きます。申し込みの次は審査です。申し込みの書類をもとに審査されます。審査はちゃんと家賃が払えるのか、悪い人じゃないのかチェックされます。そして審査に通ったら契約することができます。契約するときに初期費用を払わなければなりません。初期費用は家賃が6万円の部屋でだいたい30万円くらいかかります。初期費用は会社によって異なります。これより安い部屋もありますが、だいたい30万円くらいです。高いですね。初期費用の内容は敷金、礼金、仲介手数料などです。難しい言葉ですから説明します。敷金は部屋を借りるために預けるお金のことです。部屋をきれいに使ったら次の引っ越しの時にお金が戻ってきます。礼金は部屋を貸してくれてありがとうのお礼のお金です。敷金も礼金もだいたい家賃の1ヶ月分くらいです。ですから家賃が6万円の家だったら12万円払います。仲介手数料は部屋を紹介してくれた会社に払うお金です。はい、ここまでが日本人が日本で部屋を探す時の一つの方法です。皆さんの国はどうですか？最近はアプリやインターネットで家でも家を探すことができるのでとても便利です。でも引っ越しの時の初期費用はとても高いです。ですからなかなか引っ越すことができません。そして引っ越しが決まったら市役所などでの手続きも必要です。私も何回か引っ越しをしたことがありますが、引っ越しはお金がかかっていつも大変だなと思います。はい、今日は日本人が日本で引っ越す時の方法についてシェアしました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。